韓国ソウル地下鉄ヨクサン駅。着いたカンナム駅のすぐ隣のこの駅。考えてみればこの辺来るのも久々やな。さて今日行くところはこっち。この辺はビル風がすごいわ。吹き飛ばされてまうで。そんなヨクサンの街をこちわさびが今日も行く。7番出口を出たらまっすぐ。とにかくまっすぐ。やはりこの辺は完全なオフィス街。ほら、ソウルの中でも指折りの高層ビルがずらりと並ぶ。企業の本社ビルがたくさんあったりするよね。高層ビルに挟まれてたら俺の鼻からも水が出てくる。いやもうビル風がすごいんよ。肌という肌を全部隠したい。ずっと歩いてくると1本目の路地が見える。そこを右に曲がる。カンナム地区のあたりはいきなり急な坂になったりする。なんでや。ヒーヒー言いながら覗いてみると飲食店がいっぱい見えてきた。この辺のオフィス街で働いてる人たちは毎日この辺で飯食べてはんやろな。また坂やんって思ってたら、このお店はタッカンマリの店か。めちゃくちゃ惜しいな。今日はこのメニューではないのよ。国旗用とはなくけれど、こんな寒い日は少しでもあったまりたいやん。最近鶏肉してなかったやん。俺鶏年やん。着いた。早くもう腰たーいごもっこ中京るいぎょれやじ。今日のお店はサンファンボソサムゲタン。営業時間は11時から10時まで。ちなみにここには書いてないけどブレイクタイムは3時から5時まで。これはメニューの写真やんな。なんでこんな切り方したんかは謎。でもあの色は格別やで。入店です。こちらのメニュー、サムゲタン屋さんなのでサムゲタンが3種類。上からサンファンボソメシマコブのサムゲタン、メシマコブ漢方サムゲタン、野生の高麗人参のサムゲタン、上位互換の連続技。あとは漢方の鴨の水炊きやったり、漢方のアンドンチムタクやタットリタン。もう鳥尽くし。その横にはチヂミのメニューもある。それぞれニラ、キムチ、緑豆のジョンサランやって。ってことで愛を込めて早速注文。저기 상황버섯 삼계탕이랑요 역주전 진로 한 명 주세요. 各テーブルの上にはビニールも敷かれて衛生的な雰囲気。席数もそれなりにある。あら、もみじとどんぐり。もちろん作りもんやけど、そんな秋の名残を見つめてる間に準備してくださった基本のおかずはサンチュの浅漬け、玉ねぎの漬物、角的唐辛子にサムジャン、最後に持ってきてくれたのがキルムジャンできた。養鶏場に迷い込んだガマちゃんをぐる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 。我慢できずすぐ開けようとしているぜローリング。最近忙しくてなかなか飲めてなかったからね。気持ちだけが先走る。寒い日に暖かいとこで飲む格別さがええんよ。本日1杯目。抜ける魂。霜の風、曲がるたびまた花明かし。ありがとうございます。実はこの山中の浅漬け、社長さんが持ってきてくれた時美味しいよっておっしゃってた。そんなこと聞いたらこれから食べていかなあかんやん。パクッ。ああ、わかる。この山中のサクサクとした食感に甘酸っぱい味付け。はははーん、こりゃ完全にサムゲタンに合うやつや。お店の術中にはまる。目の移動速度加速。鳥が羽ばたく前にガマちゃんが空に舞う。抜けてしまった魂に再びエンジンをセルフ注入。エンジンを温めろ。
温まったエンジンの音とともにかすかに感じる漢方っぽい香り。来たんちゃうか。 아유 감사합니다. 감사합니다. すごい色。こっちの鶏は食べる前に毛づくろい。こけまずはこの濃厚そうに見えるスープから挑む。黄金スープやでこれは。真冬やのにサングラス必須の輝き。静かにごくり。とろっとしたこのスープからははっきりと感じる薬膳的な香り。飲むというより食べるという感覚に近いやん。壁にはこのメシマコブの効能も。有名なんは抗がん作用やけど、4番二日酔い解消、酒に酔わないと書いてある。飲んで食べてはループ&ループ。じゃあ次は中の鶏肉も見ていこうか。トゥッペキで溺れた鳥を救助。俺に救助が必要や。もちろんサムゲタンやから鶏肉の中にはもち米も入ってる。なのでほぐしていく。そうそう、こいつな。すべて混ざる前に一つかみ。パクッ。この味は高麗人参。独特な香りが鼻を抜ける。ある程度混ざってきたな。お肉がジャンピング。スターの登場のごとく鶏肉の周りには湯気が立ち上る。ふうふう。熱いって頭では分かってんのに、本能が唇との距離を近づかせる。よし、ここで一口。金色の鐘が鳴り響くとき、グツグツの中に鳥と潜り出す。お前らも来いよ。口に含んだ瞬間に肉は骨と離れ、骨だけがこんにちは。それだけ肉は柔らかいけど、その肉に染み込んだこのメシマコブの濃厚な味。私今、栄養を取り込んでます。そんな感覚が一気に溢れてくる。その栄養を逃さないよう骨までしゃぶる。ああ、100歳時代はこんなんやってんな。健康になれた気がしても手は止まることはない。やはりサムゲタンといったら中に入っているこのもち米。口に運ぶ。このとろっとしたスープで食べるから、より一層おかゆに近い舌触り。めっちゃええ。味の余韻が残る間に角的。薄切りやからトリプルキャッチ。大きめの角的をガブッといくのも好きやけど、薄切りやから複数枚入れるとシャキシャキ感が細かく伝わってくる。しかもニンニクの味が前面に出ててサムゲタンに合うわ。一度スプーンに向かった右手はガマちゃんに寄り添う。ループ&ループ。今日の合言葉。まずはペロリと唇だけを濡らし準備。若鶏の柔らかそうな部分をパクリ。肉と同じく俺の体も溶けてしまいそうになるのを我慢してガマちゃんを注いでいく。二刀流。メシマコブで酔いを解消。このスープのいいところはとろっとしてるから冷めにくいんよ。しかも社長さんは心さえも冷ましてはくれない。もう一品きた。こんがりときつね色で出てきたこのノッドゥジョン。半分に切ってくれてるけどでかすぎるからさらにもう半分にカット。じゃあまずはこれだけで食べてみようか。一口。脂っこすぎず外はサクサク中はしっとり。次は一緒に出してくれたソースにつけてみた。やっぱりこういうジョンはしっとりとした内側にソースをつけて食べるとうまい。正直特別変わったところはないが、こういう手作り感が落ち着かせてくれる。ふとした瞬間に手が伸びるこのサンチュ。おかずの中ではこれが一番俺好み。口をさっぱりさせたらまたノッドゥジョン。サムゲタン屋さんのサイドメニューとしては最適。メシマコブのサムゲタンの優しさにノッドゥジョンの力強さ。美女と野獣。ああ、そうや、これがあったんや。これこのお店のシグニチャーと言ってもいいこのキルムジャン。サムゲタン屋さんで俺見たことないで。こっちも黄金色に輝いてる。
まずは中に入っている塩コショウを小皿の中でぐる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 味見。そしてここから再び鶏肉が変身していく。また柔らかそうなお肉。あら、言ってるそばからつかまれへん。ほら来た。まだまだ足りひんで。鶏皿に到着。黄金に黄金をやる。鶏肉をこの混ぜたごま油に適量つける。これはもう黄金を超えてフェニックスや。不死鳥パクリ。油っぽくなりそうに見えるが、これが意外にマッチング。なのでサムゲタン自体に塩コショウを入れるのではなく、ここで味を整えるのがこの店の定番スタイル。フェニックスにも骨ってあんねや。どんな変化球にも対応できるガマちゃん。飯まこぶだけでも香りがええのに、ごま油の香りで完全にノックアウト。鳴き声が止まらない。忠実に守るループ&ループ。壁に書いてあること信じてこんなに守ってんの俺か犬ぐらいやで。落ち着くわ。危ね、今のんだばっかりや。はい、分かってますよ。もう一回行きたくなるんよね。一度味を知った上で行く2回目、答え合わせ。鉄壁に戻っていった。俺のお箸もこいつに戻ってくる。うまいものを目にすると心は強気になる。まあこれは見た目からそんなに辛くないって知ってたから強気やねんけどね。強気ついでにダウジングポーズ。掘り当てていくのはロッドゥジョン。おかずで出してくれてた玉ねぎの漬物、それをのせる。いくら最初は油っぽくないと言っても、時間が経てば少しは油が出てくる。まずは玉ねぎの守備範囲以外をパク。そして大きく一口。いつも通りの展開に安心する。せっかく油っこさが中和されたのに。玉ねぎもそこに入りたかったんかい。言うてくれたらよかったのに。一度サムゲタンを挟んだ後は再びのガマちゃん。またペロリと風通しを良くした後は濃厚スープにしっかり使ったこの鶏肉。再びの二刀流の奥義を披露してしまう。と言ってもそんな剣士でも骨には勝てない。大きな骨を取り出した後は口からは小骨が出てくる。鶏のエキスはどこからでも摂取可能。そしてもう一方の刀で飯まこぶを切っていく。どこ見てんねん。この山中なくなってもうたな。壁には追加のおかずセリフと書かれてる。ちなみにエプロンもあったんかいな。もう俺は遅いけどね。じゃあ行ってくるか。これだけは社長さんがすぐ目の前でヤンニョムと会えてくれてんけど、サービス精神の塊やん。いや、めっちゃ親切な方なんよ。でもこのタイミングの量ではない。と言っても会えたてやしな。食べんとあかんやろ。勢いづいて取りすぎてしまったけど、今そこで会えてもらったばっかりやから、サンチュがパリパリ。副菜が重要な理由。より一層メインを引き立ててくれるんよ。もうだいぶ少なくなってきたノットジョン。それをまた半分にダウジング。調子乗ってもうだいぶ食べてるやん。でもパリパリさは生きてる。落ち葉のようにひらりと舞い落ちる。それも一緒にかぶりつく。結構時間経ってるはずやのに、まだカリカリさは残ってる。残りはもう直接このタレに。おっと、ここで夏目が見える。なんか夏目ってサムゲタンの中でいつも黙って働いてる。この優しい甘さが憎いよな。種だけはぽい。サムゲタンは温まる。韓国では夏に食べることの多いサムゲタン。実際俺も夏イヨルチヨルやとかほざいて食べてたけど、季節の変わり目とか体調を崩しそうな時は食べた方がええよね。さて最後の一切れ。このノットジョンはサムゲタンになくてもええけど、なかったらなんか寂しい。会話の中での相づちみたいなもんよ。最後の一口どっちにしようかな。こいつに決まり。サンチュもひらり。 2,3 人で来たら一つは頼んでほしいお酒のあてでもある。そしてこのお店で忘れちゃいけないのがこのキルムジャン。正直キルムジャンつけて食べるサムゲタンってここが初めてかもしらんよ。トゥッペキが持ち上がった。スプーンでガリガリする音が虚しく響くけど、飯まこぶの黄金色の光に体は満たされた。とろっとしたスープに絡まるもち米の食感。この鉄壁の中に完全に体は浸かり、芯まで温まった感覚や。
完食。さてそろそろこいつも最後の一杯ぐらいになってきた。こいつも金色のガマになるんちゃうやろか。見てみたいやんそれ。だから最後の一滴まで。このお店こう見えて結構お一人様多いのよ。とても家庭的で居心地のいいお店での本日最後の一杯。あ、カリカリの部分ある。そこまで食べて鳥は飛び立った。翼三味駅から徒歩5分ぐらいの位置にあるとろっとしたスープのサンファンボソのサムゲタン。これは不老不死決定の瞬間。お肉はもちろん柔らかく、もち米もおかゆのようにスルスル入っていく。いやー大満足や。店出て今度は坂を下ってるとチンタク。行きしなはタッカンマリやったけど帰りはチンタッカイ。俺まだ養鶏場におるんかな。ケンタッキーも。おいおいコッキオーって言うてまうでって思った瞬間、その横もチキン屋さん。コッキオーなんて泣きながら今日の食物語はこれでおしまい。チャイモコすんだー。